こんにちは、アミチクラボのゆみです。今日は、スズランテープで編んだ、こんな感じの、メッシュのバッグの編み方を紹介したいと思います。ですね、実はこれ息子の、プールのバッグに使おうと思って、編んだんですけど、冒頭部分と、最後の部分の動画を撮る前に息子が学校に持って行ってしまったので、ちょっと今手元にないんです。で、サイズ感とかが気になると思うので、今度息子が学校から持って帰ってきたら、ちょっと測って概要欄にサイズ載せておきますので、申し訳ないんですけど、サイズはそちらを後ほどご確認ください。久しぶりのかぎ針編みの動画になります。ちょっと編集もね、本当に随分久しぶりなので、どうやったら分かりやすく伝わるか、ちょっと悩みながらやったところもあったりで、うまく伝わったらいいなとは思ってるんですけど、だいぶ前に、スズランテープで編んだ全部細編みのバッグの編み方も、紹介してまして、こちらもすごいたくさん再生していただいた動画になるんですけど、この動画の、アレンジバージョンと思っていただければいいかなと思います。編み方のコツなんかも以前の動画にも、いくつか紹介してますので、合わせてご参照いただけたら嬉しいです。それでは、道具と材料の紹介から始めたいと思います。使うのは、梱包用のこういう平巻きテープ、スズランテープっていう、ものを私は使っています。結構このスズランテープっていうのが少し硬めなんですけど、色が豊富なのでおすすめです。あとは、かぎ針が8号、5ミリのものを使用します。と、カットするためのハサミと、最後に始末をするためのとじ針。かぎ針ととじ針は100円ショップでも売っています。あとは、5円玉か50円玉があると、便利です。それと、何でもいいので、ちょっとこう、箱っていうか、収納用の、100円ショップとかで売ってる箱でいいので、箱が1つあると、このテープを中に入れて、転がらないようにすることができます。では、編んでいきます。このテープを、まず、こんな感じで、ちょっとこう、ねじって細くしてあげて、ここに50円玉を通します。はい、で、この5円玉、50円玉を通した状態にすると、少しこう、キュッと細くなるので、この状態で編んでいきます。やらなくても手でしごくこともできるんですけど、これ入れておくだけですごく楽なので、最初に入れてください。途中から入れることはできないので、必ず編み始めの時に入れるようにしてください。では、編み始めます。糸端側を手前にして、左手人差し指に糸をかけます。そして、かぎ針を持って、上からこのように当ててくるっと回します。そしたら、このねじれたところを左手の親指で押さえて、糸をかけて引き出します。そして、糸端側を引っ張ると、こんな感じで輪っかになります。ここから、鎖編みを編んでいきます。糸をかけて輪の中に引き抜く。これが鎖編みです。2、3、4、5、6、7、8。鎖編みを24回編みました。この長さを長くすれば横幅の広いバッグになります。そしたらここから1段目を編んでいきます。まだかぎ針編みあんまり慣れていなくって、どこを拾ったらいいかわからなくなる方は、この時点で24回目の鎖の裏山。鎖はこうやって V になってる方が表。繰り返してみて、ポコポコポコって
なっている方が裏です。この最後の裏山に印をつけておきます。そしたら立ち上がりに鎖を1目編みます。そして今この印をつけたところ、この目にかぎ針を入れて糸を出していきます。そしてもう一度糸をかけて引き抜きます。これで細編みが編めました。そしたらこの印を今編んだ細編みの頭、細編みっていうのはこれが足、これが頭と呼ばれます。印をこの細編みの頭につけておきます。最後に引き抜くときにここを使うので、ここを印をつけておくと迷うことがなくなると思います。そしたらまた、隣の鎖の裏山にかぎ針を入れて糸を出してきて、また細編みを編みます。で、続けてすべての鎖の裏山を拾って細編みを編みます。全部で24回編む形になりますね。一番端っこの鎖の裏山まで細編みを編みました。全部で24回編んだ形になっています。そしたら鎖編みを2回編みます。そして同じところ一番最後の鎖に細編みを編みます。そしてまた鎖を2回編みます。でまた同じところに細編みを編みます。こうすることでこの1つの鎖編みの中に細編み鎖2回、細編み鎖2回、細編みが編み入れられた形になっています。そしたら今度は鎖の反対側を拾って細編みを編んでいきます。でこの時糸端があると思うんですけど、これを一緒に編みくるんであげると後で処理をしなくていいので、今回は一緒に編みくるんでいこうと思います。そしたら今度は鎖の裏山ではなくて、この V になっている方、これを拾っていきます。今編んだところの隣の鎖に針を入れて、糸端をこの上に乗っけるような形で置いておいて、糸を引き出していきます。そしてこのまま細編みを編みます。そうすると細編みの中にこの糸端が入ったような形になりますので、後で糸処理をしなくても綺麗に仕上がります。そしたらこのまままた1目に1回ずつ細編みをしていきます。一番端の目に細編みを編みます。そしたら鎖編みを2回編んでから同じところにもう1回細編みをします。そして鎖編みを2回編んで、この最初の印をつけておいた細編みの頭、ここに引き抜き編みをします。針を入れたら糸をかけて、この糸をそのまま引き抜きます。これで1段目が完成です。では次2段目を編みます。立ち上がりの鎖を1回編んでから、この目が出ている根元のところ、ここにまず細編みを1回編みます。そしたら今編んだこの細編みの頭に印をつけておきます。そして細編みを続けて編んでいきます。角まで来ました。そしたら角にこの鎖編み2目でできた輪っかみたいなところがあるので、ここに細編みを1回編んで、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回編みます。そしたら次の目は細編みなので、ここに細編みを1回編みます。するとまた次
鎖編み2目でできた角に来ますので、ここに細編みを1回、鎖編みを2回、細編みを1回編みます。角はこうやって作っていきます。そしたらまた細編みで反対側の端っこまで進むんですが、この時最初の細編みの頭を、見落としがちなので気をつけてください。ここを忘れてしまうと綺麗な長方形にならずにいびつな形になってしまうので、ちゃんと確認をしてください。また角まで来ました。そしたら鎖編み2目でできた輪っかの中にまず細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回です。で次、ここ細編みがあるので、ここに細編みを1回。そしたらまた角のところに来るので、ここに細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回編みます。これで1周編めました。そしたら印をつけておいた最初の細編みの頭のところに引き抜き編みをします。これで2段目が編めました。3段目です。立ち上がりの鎖を1回編んでから最初の目、今この立ち上がりが出ているところですね。ここに細編みを編みます。そしたら最初の細編みの頭には忘れないように印をつけておきます。そして2段目と同じように編んでいきます。細編みのところは、1目に1回ずつ細編みを編みます。で今までと同じように角の、鎖編み2目でできた輪っかのところに来たら細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回です。そしてこの輪っかの次の細編みの頭、見えにくいので必ず忘れずに拾ってくださいね。今度はここ3個細編みがあるので1回ずつ細編みを編みます。でまた角のところに来たら細編み1回、鎖編み2回、細編み1回です。で1周編んでくると、3段目以降はこの引き抜き編みの手前にも細編みが出てくるようになるので、ここも忘れずに編んでください。で最後のこの細編みを編んだら次この印のついた目が出てくるので、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。はい、これで3段編めました。でそこは、同じ方法でどんどん大きくしていくことができます。なのでお好みのサイズになるまでそこを編んでください。6段底を編みました。ここからサイドを編んでいきます。立ち上がりの鎖を1目編んだら最初の細編みを編んで、最初の細編みの頭には印をつけておきます。そしたら1目に1回ずつ細編みで進んでいきます。で、角のところまで来たら、今度は鎖編みなしで細編みを2回編んで、で続きの細編みを編んでいきます。4つの角全部で、鎖編みなしで、細編み2回で進んでください。
4つの角を細編み2目で編み進んで1周きました。そしたらまた最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これでそこからサイドに向かって少し立ち上がったような形になっているはずです。あとは、ひたすら細編みで1周編んでいくっていうのを続けていきます。すべての目に立ち上がりの鎖を1目編んでから細編みを1回編んだら、最初の目には印をつけておいて、あとはすべての目に細編みをしていきます。サイドを7段編んだところです。で、このまま細編みを延々と続けていってもいいですし、今回はちょっとメッシュっぽいバッグにしたいので、ここから編み方を変えていきます。で、ここからの編み方を、少し今までよりも気持ち緩めに編むと綺麗に編めると思います。で、心配な方は今8号の針を使ってますが、もう少し大きい9号とかの針を使ってもいいかもしれないです。そしたらまず立ち上がり、鎖編みを2回編みます。そしたら、この目とこの目を飛ばした、3つ目、1、2、3個目の目に中長編みを編みます。糸をかけて、1、2、3個目の目に針を入れて糸を引き出します。そしたら、この3つかかった糸を全部一気に引き抜きます。これで中長編みが編めました。そしたら次、鎖編みを1回編んでから、1つ飛ばして2つ目の目、今編んだ目の2つ隣の目にまた中長編みを編みます。あとはこの鎖編みを1回、中長編み、1つ飛ばして中長編みを1回、これを繰り返していきます。少しゆったりめに編んでください。これもし今までの手の硬さで編むと、どうしてもちょっと細編みぎっしり詰まってる編み地よりも幅が狭くなってしまうので、かっこよくちょっと不格好になってしまう可能性がありますので、今までよりもゆったりと編むことを心がけてください。ではこれを続けていきます。1周編んできました。最後の目は飛ばす目になるので、これで、1周編めたことになります。そしたら最初のこの、鎖が3つつながっているので、ここに引き抜きます。これで1段編めました。で、次の段からも同じように編みます。立ち上がりに鎖を2目編んで、で、ここの目を1目飛ばすためにもう1回鎖を編む。全部で3回ですね。鎖を編んだら、このさっきの段で中長編みを編んだところ、ここにまた中長編みを編んでいきます。そして鎖編みを1回。中長編みの上に中長編みです。で、中長編みを編むときに、拾う場所を間違えないように、この間ではなくて、この中長編みの頭に編むようにしてください。あとはこれを、お好きな段数、お好きな高さになるまで続けていきます。この中長編みと鎖編みのこのメッシュの編み方で、14段編んだところです。これは14段じゃなくてもお好みの段数で大丈夫です。そしたらここから、1段細編みを編んでいきます。立ち上がりの今これ引き抜いたところなんですけど、立ち上がりの鎖を1回編んでから、まずこの、鎖の部分を拾って細編みを1回。
で、わからなくなっちゃうといけないので、最初の細編みには印をつけておきます。そして次、この中長編みの頭。ここを拾って細編みを1回。これを繰り返していきます。鎖の部分を拾って細編み。中長編みの頭を拾って細編み。この繰り返しです。これで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の鎖編みのところに細編みを編んだら、ここで1回糸をカットします。そしてこのまま引き抜きます。糸端をとじ針に通します。そして先ほど印をつけておいた最初の細編みの頭にこのように一度通して、そして今出てきたところ、ここから戻ります。これをチェーンつなぎと言います。こうしてあげるとこの上の鎖編みがつながったようになって、綺麗に仕上がります。そしたら後でこれは、糸始末をします。でここから持ち手を、編むための鎖を編み付けていきます。バッグの持ち手の作り方は今までもいろいろ紹介しているので、これ以外にも他に糸を切らないで編む方法なんかもありますので、過去の動画もご参照ください。で今回は作りたい形にするためにちょっと一旦、糸を切って土台となる鎖を作ってから編み始めるという方法でいきます。印を4つ用意して、持ち手をつける位置を決めます。バッグの真横のところにそこから確認して真横をチェックして半分にこのペタンとした状態にします。そしたらこの状態で、持ち手をどこにつけるか。まず1回大体のところで印をつけてみます。まさに、そこが持ち手の中心になる場所をイメージしてください。で、大体のところで印をつけたら、印と印の間の目数を数えて均等についているかをチェックします。してきた。はい、これで均等につきました。このマークと印と印の間が、21目かな。で、このサイドのところが26目。で、それぞれ、均等に印をつけました。そしたら、土台となる鎖を編み付けていきます。また新しいテープを持ってきて、まずこの印をつけているところ、ここにかぎ針を入れて、で、テープを出していきます。そしたら、ここから鎖編みを編んでいきます。で、持ち手どれぐらいにするかによって長さを変えてください。これで40目。これぐらいですかね。40目にしたいと思います。はい、鎖を40目編んだら、ねじれていないことを確認して、編んでる途中にこっちがぐるぐる回ってなければ大丈夫です。で、この次の印をつけているところに、かぎ針を入れて引き抜きます。はい。そしたらまたここでテープをカットします。で、引き抜きます。ちょっとここ糸端が始末が多くなっちゃうんですけど、こうすることによって、ちょっと今回作りたい形にするにはこの方法になるので、ちょっと今回は糸を切る回数増えますが、これでやっていきます。反対側も同じように鎖を編み付けます。必ずこちら側と同じ目数になるようにしてください。これで、鎖の土台が編み付けられました。そしたらここから、
この土台を使って、持ち手を編んでいきます。で、編み始める場所はどこからでもいいんですけど、目立たないようにサイドから始めようと思います。だいたいバッグの横のあたりですね。にかぎ針を入れて、新しいテープを持ってきます。で、針にかけて出します。そしたら立ち上がりの鎖を1回編んでから、この、この糸につながってる糸端一緒に編みくるんでいっちゃいますね。今出てきたところにかぎ針を入れて、糸をかけて、この糸端を編み地に沿わせながら、中に編みくるみながら細編みを編みます。で、この調子で、この糸端を中に編みくるんだ状態で、細編みを編んでいきます。だいたい5、6目編みくるめば、そう簡単には出てこなくなると思うので、糸端はカットしちゃって大丈夫です。で今回は、糸端いっぱいあるので、これを、じゅんぐりじゅんぐり、編みくるみながら進んでいこうと思います。どうしても編みくるんだところ多少は目が大きくなりやすいので、全部の目に同じように1本糸端が編みくるまれてると、ちょうどよく均等になるんじゃないかなと思います。そんなに厳密に考えなくてもいいんですけど、細かい方はそんな風にやるといいんじゃないかなと思います。はい、でしばらく編んでいくと、ちょっとここにまた糸端出てきたので、今まで編んでいた糸端ちょっと引っ張りながら、引っ張った状態でカットします。そして編み地をこうやって戻してあげると、糸端が中に収まりますので、もうはみ出てることはないです。はい、そしたらまた次の糸端を編みくるみながら進みます。そして、この鎖が出ているところの手前まで細編みを続けます。ここでまたですね、よいしょ。次の糸端が出てくるので、今編みくるんできた糸端はカットして、カットします。そしたら次の糸端出てきました。そしてこの鎖編みが出てきたので、今度ここの鎖編みの土台を使って細編みをしていきます。で、今回はこの鎖の裏山を拾っていきます。鎖の裏山。ここにかぎ針を入れて、で、糸端は編みくるみます。で、このまま細編みをします。ちょっとややこしいですね。もし編みくるむのがややこしくて分かんなくなっちゃうっていう方は、後で全部とじ針を使って糸処理することもできるので、その場合は編みくるまないで、もうただ細編みだけ続けていくっていう方法でも大丈夫です。で、ちょっとここは、鎖の裏山って拾いにくいんですけど、頑張って拾っていきます。鎖の裏山を拾って細編みを続けていきます。鎖の裏山を拾って糸端を編みくるみながら細編み。鎖の裏山を拾って糸端を編みくるみながら細編みです。そしたらこの、鎖の土台を全部拾い切るまで続けます。最後の鎖の裏山を拾って細編みします。そしたらこの鎖の土台がついているところの隣からまた細編みを続けていきます。で、この鎖の土台の糸端も編みくるんでおくと後で糸処理しなくていいので楽ちんです。こんな感じで持ち手ができました。そしたら反対側も同じように編んでいきます。
1周編んできました。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。で、どうですかね。この持ち手だとちょっと細いので、あと1段編みましょうかね。立ち上がりの鎖を1回編んでから、最初の目に細編みです。編み始めが分かんなくなってしまう方は、ここで印をつけといてください。で、1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。で、全部の目に細編みを編んでいってもいいんですが、ですね、この持ち手をちょっとこう、なんていうんですかね、直角っぽく、垂直っぽくこうやって出てくるようにするために、ここで減らし目をします。で、どこを減らすかっていうと、この最初の段、この段は、このバック側を最後に編んだこの細編みの頭と、土台側の最初の細編みの頭、この2目を一緒に編みます。なので、その手前までは普通に細編みを編んで、で、この2目を一緒に編みますので、1つ目の印のところで糸を出してから、続けて隣の印のところも糸を出してきて、糸をかけて引き抜きます。これで2目一度になりました。でもし、今回は持ち手2段で終わりにするんですけど、もっと細い糸を編んでいて、もう何段か持ち手を編む場合は、その次の段からはこの今編んだ2目一度の目を飛ばして、その手前とこの次の目を2目一度していくっていう形になります。持ち手がもう少し短くって、こんな感じのバッグの場合はこの減らし目やらなくてもいいんですが、持ち手がある程度あって、こう縦にまっすぐ出てほしい場合は、ここ減らし目してあげると綺麗に仕上がると思います。で、ここ以外の残りの3箇所も同じように、土台の一番端っこの目とバック側の、端の目を2目一度で編んでいきます。はい、1周編みました。そしたら糸をカットします。引き抜いて糸端をとじ針に通します。で、先ほどと同じように最初の細編みの頭にこのように糸を通して、今、糸の出ていたこの根元に戻すチェーンつなぎをします。これで編み上がりですね。この残った糸端はこのように編み地をくぐらせるようにして糸処理をしておきます。これで完成です。はい、ということで、以上で編み上がりなんですが、冒頭でもお伝えした通り、息子が学校に持って行ってしまったので、今手元にちょっとありません。サイズ感としては、十分バスタオルが余裕で入る大きさになってますので、大人の女性が持っても、使いやすいサイズかなと思います。多分 A4 サイズも入ると思います。スズランテープは色も豊富で、とってもキラキラした感じで可愛いバッグができるので、ぜひ編んでみてください。ちょっとね、テープが硬いので、肩とか凝ったり手が疲れたりすることがあるかもしれないので、あんまり無理せず休みながら編んでくださいね。というわけで今日は、スズランテープで編むメッシュのバッグの編み方を紹介しました。この動画がいいなと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
この動画を見て編んでいただいた際には、ぜひハッシュタグ編みちくラボとつけて SNS で投稿お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。